皆さんこんにちは、イグです。今回は本日日曜日なので、月曜日から1週間分のデイリーのセットアップハンコをしたりとかして、デイリーを書いて、そして余った時間は他の手帳を書いて、ここまでで終わるかもしれないけどやっていきたいと思います。今日の雑談テーマはこちら。手帳って見返す？続いてる手帳と続かなかった手帳の違い。手帳ってどのぐらい深く書くっていうことを話しながら手帳を書いていきたいと思います。皆さんも手帳を書いたり作業しながら聞いていただけると嬉しいです。はい、ではまずはこの自分手帳デイズのね1週間分スタンプを押すのでここに置いてあるんですけど、まずこれをかたすために先にこっちからやりますね。はい、これが明日月曜日からのページになります。よいしょ。いや、連休中ですね。皆さんはどうお楽しみでしょうか。私は何度も言ってるんですけど、人混みが本当に嫌いなので、連休とか土日は引きこもります。逆にそういう日に仕事をして平日に買い物とか行くっていう感じ。行くって言っても買い物ぐらいなんだけどね。100均パトロールぐらいなんだけど、大きい文具屋さんとかないし、だからね、この連休明けを楽しみにしてます。そろそろロイヤルのグッズ、ペットシーツとかそういうのも買わなきゃいけない時期なので、ホームセンターとかね行かなきゃいけないんですけど、よいしょ。でここにねグレーのマーカーを私は引いてます。でだいたいこのグレーのマーカーのここにタスクじゃないか、起きたこと、やったこと、ご飯とかね、そういうことを書いて、こっちはそれに関する感想というか自分の感情を書きます。吹き出しにして書くことが多いんですけど、でこっちは3つに分割して To-Do とブログっていうハンコしかないからブログって押してるんですけど、ちょっとした気づきとか日記とか書きます。で一番下は喫茶店の欄ですね。私の通っている空想喫茶店の設定を毎日、できれば毎日書きたいんですけど、書けない日も多いんですが書くようにしてます。で一番下なんですけど、ロイヤルのことについてちょっと書くようにここ 2,3 日したので書いてます。このうさぎのハンコ、これをしてロイヤルの体調とか詳しく書いてます。何時にご飯食べたとかは、ここにも書くんだけどデイリーの方にも書いてるので、ここは本当に体調、食いつきが悪いとかうんちの大きさがとか、そういうちょっと細かめのことを書いていこうかなと思います。で、ここにハンコをしていくのでマーカーを先に引いていきます。だいたいね同じところに引きたいからさ、前のページと比べるんだけど、でしょ。そしたらここに To Do、 私はだいたい To Do がここ一列だけで済むので、ちょっとここね開くんですよ。ここは今日買ったものとか書いたり、いろいろですね、空きスペースとして使ってます。ここがブログ。前はね発見っていうハンコをしてたんだけど、毎日発見、私そこまで頑張って日々過ごしてないなと思って、新しいこと発見するぞみたいな感じで生きてないなと思ってブログにしました。次にこのハンコオーダーする時にはダイアリーとか作りたいですね。どの手帳にも使えそう。でここに YouTube マークを押していきます。これはその日にアップした動画がどんなやつか自分でわかる程度のメモをしています。そして一番下にロイヤルうさぎのハンコ。
このケースどこのですかってたまに聞かれるんですけど、ダイソーさんの製氷皿です。細かい四角い氷作るやつあるでしょ、それに入れてます。これだけだっけ？あとは月曜日、そっか、月曜日のここにあれ書いてたんだね。ちょっと狭くなるけどこっちに押そうか。私の服薬チェック1週間分。ロイちゃんのスペースがちょい狭くなるけど、これは1週間ハビットトラッカーのスタンプで、ピルとお湯に浸かりましょう。こっちは全体的な服薬。これで1週間分のセットアップは OK です。で、あとハンコ押すのは少ないからしまっちゃいますね。はい、ではこちらのデイリーを書いていきます。いや、何度見ても懐かしいですね、この手ぬぐいがね。だいぶ貼ってないんじゃない？書いてはいたけど、ちょっと先に貼っちゃおう。12が貼ってないで、今日が3ね。こちらがオビワンさんの日めくりカレンダー12。今年が始まってこれだけ終わりましたよ。3分の1ぐらい終わりましたよ。来年はどんな日めくりを買おうかな。そうだ、ここ布になったからゴミ拾うの大変なんだ。全然入らない。1でしょ。これが2でしょ。はい、赤色。これを出すと真っ白になってた前の動画。まだ軽色あるでしょ。これないともうちょっと落ち着くんだけど、これがね、もう手が真っ白になっちゃってたんですよね。このおしぼりの力はすごい。コスパもすごい。これダイソーさんでいつ買ったんだろう。この動画を始めてちょっとしてからだから7年前とかじゃない。めちゃくちゃコスパで、ここは5月のこのマンスリーを貼るために残してあります。これいつもずれちゃうね。1日2日OK。あと2ヶ月ぐらいですね、ここ。さて、デイリーを書いていきましょう。では今日の議題1つ目。手帳って見返しますかっていうね、ちょっと昨日の話題と被るんですけど、これは過去の手帳を捨てるかとかじゃなくて、今年の手帳、今まで書いてきた、例えばこういうデイリーとかね、見返しますかっていう話なんですけど、皆さん見返しますか？今年の過去、1月とかねに書いてた手帳というか日記。確かに予定管理はいらないかもしれないんですよ。私は予定管理はバイブルでしてるので一応取っとくんじゃないかなとは思うけど、別に捨てても構わないものではある。日記となるとちょっとね、捨てちゃうのはどうかなって私の場合は思うんですけど、それは自由ですけどね。ちょっと捨てるのもったいないなって思うんですけど、どうでしょうか。皆さん振り返りますか？見返しますか？で、私はどうなんだってなると、こういうごちゃっと書いてるデイリーね、 2,3 日しか振り返りません
2、3日前何してたっけはさ、他の手帳を書くときに役立ったりするんですよ。こっちがね埋まってなくて遡って書くっていう時には、2、3日前何食べたっけっていうのはこのデイリーを見れば大体わかるから、それはすごい振り返るんだけど、1ヶ月前とかってあんまり振り返らなくって、一応こう振り返りそうだなって思うところはインデックスつけてるんですよ。 YouTube、文具、嬉しい日、お金、言葉、もう寝る時間、体調、メンタル、これは後ろの方の手帳会議ですね。それをインデックスつけて振り返れるようにしてるんですけど、ここだけかな振り返ってもっていう感じですね。結局だから振り返るかもここだけだけど全部は振り返んないけど、例えばね嬉しい言葉をもらったとかさ、ここの言葉っていうところはね YouTube で外国の方からコメント、言葉はわからないけどあなたの絵が好きって書かれたことがあって、それをメモってます。そういうなんかテンションが上がることも振り返るし、テンションが下がることも振り返るようになってるね。だから私はこの自分手帳デイズは捨てるつもりで書き始めたけど捨てられないものになってますっていう感じです。皆さんどうでしょうか。だって結構さ、日記って事細かにねデコして細かく書いたりするから、それを見返すって結構読書な作業じゃないですか。なので私はこうやってピンポイントで見返せた方が自分は楽かなって思いますね。3日、今日は何かな。今日ねちょっと面白い夢見たんだよねそれを書きたいけど、ちょっと全部説明するには大変すぎるから、それを表すシールなんだろう、なんかあるかな。この子黄色だったか、頭黄色と赤だったか。私が今探しているのはオレンジ頭の男の子で、オレンジ頭の男の子いないかな。ブリーチのシールなんて持ってないからな。ブリーチもねテーマパーク時代に期間限定アトラクションであったんですけど、私ブリーチちゃんと見たことなかったから、あれですよ、挽回とかいうやつだよね。何それ何それってなってたの。なかなかいないよな、そんなアニメキャラクター的なシールはないし、オレンジ頭なんていなくない？あれないかな。今日二度寝して最初の夢はすごい怖くて早起きしたのね。だけど足りなくて睡眠が、二度寝したら面白い夢見た。あれないの？二度寝は人生のなんだっけ二度寝は人生のモチベーションみたいなさそんなのあったよね。夢見て二度寝てまた明日寝るが勝ち。ここに貼るシールでこんなに悩むの楽しすぎるんだけど、あんまり大きいとね貼れないからな。うわ、これははみ出るか。はみ出ちゃうわ、はみ出ちゃうので諦めましょう。じゃあもうオレンジの紙絶対いそうなこっちで選びますか。この謎なシール4枚セット。いないんだけどいないな。なんでそんなオレンジの紙って言ってるかって、私の推しのドラマーである淳二さんがね出てきておもろかったんですよ、夢がね。だからオレンジの髪の男の子を探してるんだけど、ここに絶対いると思ったのに。私ね専門学校の時にオレンジ色にめっちゃハマってて、それはね理由が太陽を浴びるのが好きだったからなんですけど、何でもかんでもオレンジだったのね。でオレンジが好きだからってオレンジのものばっかり持ったり着てたりするとさ、ちょっとそれはファッション的にどうなのってなるじゃん。専門学校の人ってみんなおしゃれだからさ、ダサくないみたいなこと言われてたんだけど、いや私は好きだからっていうことでオレンジを身につけてたのね。そのうちオレンジンって呼ばれるようになったからね、何でもオレンジだった。でも最近はもう情熱的なその熱い感じが苦手で、オレンジより緑とかね、黄色も好きなんだけど、
黄色はさオレンジよりちょっと冷めてる色でしょ。だから好きなんだけど、ちょっとねオレンジはね情熱的なその太陽の赤い感じがさ、なんかうって苦しくなっちゃって好きな色が変わったんだけど、オレンジの猫にしとくね。そう、それで今日 X でオレンジ色の髪にしたいなって言ったの。今のねこのくるくるの髪でオレンジにするとさ、めちゃくちゃアニーみたいで可愛くない可愛くないって自分で言うなだけど、キャラクターが立つっていうかさ、なんかいいなって思って。でもくるくるのパーマだけで髪傷んでるから、できるところまでオレンジにしてって言っても多分鮮やかなワンピースの波みたいなオレンジにはならないと思うんだよね。あれブリーチ必要でしょ多分。なんでブリーチの話題に戻ってきたのめっちゃ挽回なんだけど。これなんで出てきたの？すごい面白い。昨日 YouTube とか見てないんだけどな、淳二さんの。笑ってしとこうか。謎です。淳二さんの YouTube ライブしてる時、ライブのアーカイブとか見ますよ。で、今日の分、これ最近いただいたメモ帳なんですよ。かわいい。王冠かぶってるの。でもロイヤルよりなんか女の子みたいでかわいい女の子っぽい可愛さがある。今日のモーニング、最初そうちょっとコア系の夢を見て起きたの9時だったからね。9時、私がですよ。これね一つ見つからなくてめちゃくちゃ焦ったんだけど、音出してAirPodsを探すってやって音出して見つけました。あれすごいね。二度寝後。こちらが今日のモーニングになります。ロイヤル。そうだ、昨日サプリクッキーみたいなサプリを新しい袋を開けてあげたら食べなかったっていう話をしたっけしたと思うんだけど、してなかったらすいません。新しい袋を開けた時ってね、一旦警戒されるんですけど、すぐね食べるはずなのに食べないし、ずっとケージに入れてあっても半分残してたんですよ。で、私はその新しいの開けて出した瞬間に違和感を感じて、異変を感じて普通ねこういうサプリメント、こんなでかくないけどサプリメントのここに分割点が入ってて、ポキって割って与えれるようになってるんですね。でそれはウサギとかチンチラとかモルモットとか、もっとウサギよりちっちゃい動物も食べれるもんだから、体重に合わせて半分にしたり、それをまた半分にしたりあげてると思うんだけど、ロイヤルの場合は1日に1個なんです。1個まるっとあげれるんだけど、まあ昼と夜と楽しめるかなと思って半分ずつあげてるのね。半分の線が入ってないんですよね。なんじゃこりゃと思って、一応半分っぽい感じに分けてあげてみたけど食べないってなってね。匂いはね、人間嗅ぐとちょっとよくわかんないんだけど、ウサギが嗅ぐと違うのかもね。で一応賞味期限は2027ってなってるんですけど、そういうものにしては早いなとは思ったんです。だからずっとストックとしてあったものなのかなと思いながら、もう一回見てみたらサイトね、思いっきりなんか写真の紹介で、こういうのがこっちに新しいバージョンになりましたっていうので、線がないやつから線があるやつにオールドニューってなってねいやいやめっちゃ古いじゃんこれって思って、もう開けちゃったしね、返品もできないからもう一個買いました。違うお店から。めっちゃショック。この3日ぐらいはね、大好きなそのサプリを食べれないロイちゃん。このサプリはね、消化うんちの状態を良くしてくれるので、なるべく食べてほしかったんだけど、そんな時に限ってさ、発情日が来て草の食べが落ちたりとかしててね、
草の量が減るとうんちも減るしちっちゃくなるし、最悪なことの循環になるから、本当にね今はそのサプリがない状態でもどうにか草を食べておくれっていう感じで見守っています。夜になったら食べてるんだけど、昼間はやっぱり発情が勝ってしまうみたいですね。チモシーもあまり食べないからっていうのは箱にね詰めて置いておくんですけど、それ1箱分ぐらいってことです。ロイヤルこれね、私が朝まで起きてた時はヘアンポから帰ってから朝私が寝るまでの時間に3回おかわりするんですよね。その量が1回分ってことは結構減ってるでしょ。だから全然食べないなっていう感じではないんだけど、ロイヤルにしては食べてないって感じ。すごい量食べるでしょ。はい、じゃあ健康管理リフィルを書きながら今日の議題2つ目いきましょう。続いてる手帳と続かなかった手帳の違いということなんですけど、皆さんの中では続かなかった手帳または続いてる手帳とか明確にありますでしょうか。私はもう何年も見るとありますね。で今年で見てもあります。続いてる手帳と続かない手帳、何が違うのかってざっくり見たら、大雑把に書いてる手帳は続いている。だから自分手帳デイズは続いてるけど、きっちりしようって決めた手帳は続いてません。たまに書く感じ、不思議だよね。でもやっぱそういうもんじゃないかな。手帳を書くことがもう仕事ってなってるんだったら別。それは文章っていうか小説書くことが仕事ってなってる人みたいなもので、手帳を書くことでお金を得ているっていう方はもうそれが仕事だからやると思うんだけど、私たちみたいに仕事は別にあって YouTube で手帳を公開してる程度の手帳だと、やっぱり毎日それを続けるっていうのは難しいんじゃないかなと思います。仕事があるしね、家事もあるし難しいんだろうなって思いますね。で、書けなかった日まあいいやって思える人も続けられる続くタイプだと思います。書けなかった日は空白でもいいし、忙しかったってでかい文字でバーって書くでもいいし、体調悪かったとか、あとシールをベタベタ貼って終わりにするでもいいし、それでも次の日はもう一回気を取り直して書ける人っていうのはそのまま続けていけるんだろうなって思ってます。だから違いって言われるとね、私は綺麗に残したいのか別にメモ程度でいいのかで変わってくるなって思いますね。メモ程度でいい方が続くんですよ。不思議だね。今日のバイタル、ここの日付ちっちゃくしてすっきりしましたね。この曜日のハンコもマンデー、チューズデーとかの方がかっこよかったけど、すんごいこれはこれですっごい可愛い。今日は日曜日か。一応体重を測る日にはなってますけど、気が向いたら測ろう。でこれ今月やっと今日は2度寝したけど11時半に起きてるからね。今日4日でしょ。今日3日だ、危ない。3日、はい、成功日、やっと1です。体質改善、今日起きたのが11時半、ギリギリ目標。であとは夜、今日のタスク特に増えてません。今日の日誌帳です。日誌帳でしょ。今日の天気14の6、
今日憲法記念日なんだけど、特に憲法みたいなシールはないのでカフェにしました。たまにねあるんですよ。睡眠の質が悪くて、いつもの量薬を飲んで寝てるのに全然抜けないみたいな日がねたまにあるんです。それが今日でね、そういう日は夕方とか夜になったらね、あ、今薬切れたみたいなシャキーンってなる瞬間があるんですよ。だからね、それが来るのがあんまり遅いと今度ね眠れないになっちゃうから早めに切れてほしいんだけど。よし、じゃあここからは日めくりを貼りながら今日の議題3つ目をやっていきましょうね。23か。今日の議題3つ目、手帳ってどのぐらい深く書くです。タスクとか予定だけを書くのか、感情を書くのか。これちょっと前にもなんか話したけど、感情を載せてしまうとそれは手帳じゃなくて日記なんじゃないかな説が私の中にありまして、皆さんは手帳にどこまで書きますか？私はですね、この予定管理をしている手帳って自分は持ってるバイブルサイズの中には感情は一切入ってないです。本当に予定とか動画の予定も書くし、仕事の予定も書くし、病院の予定も書くし、あと買ったものはチェックしてる、それぐらいなんですね。あとは占いが入ってたりとかしますけど、やっぱり仕事のレポートとかですかね。だからこれは手帳だと思っていまして、こっちは感情も入ってるからログと感情だから、でもログと日記も違うか。これは主にログだからログです。で、こうやって自分の思ったことを集めていくものは日記なんじゃないかなって思うんですよね。だから手帳をどのぐらい深く書くかって言ったら、私はすごく浅いですね。予定を書くだけだから大きく分けて、この間手帳と日記みたいなことを言ったけど、手帳とログと日記3つになりますね。私の中でですけどね、感情が乗るとそれは日記、その日を記す日記で。でも前も言ったけど、ほぼ日手帳がほぼ日日記とかいうネーミングだったら売れてなかったんじゃないかって言ったんですけど、それで手帳に日記を書こうみたいなね、風習ができたのではないでしょうかね。で、こちらはほぼ日手帳に貼ります。わ、綺麗な富士がそのまま使えますね。ネモネモいけるね。23でしょ。これとこれは見えなさそうだな。違う色で描こうか。見えるかな。金色です。日めくりカレンダーがペーパーメッセージさんの
鉛筆記念日どこに行こうか。祝日、憲法記念日。なんで鉛筆記念日なんだろう。まだ乾いてない。まだ乾いてないか。付箋つけときます。で、今週のサムネイル。はい、これを貼っていって終わろうかな。金曜日はデータ飛びの日ですね。お休み。鉛筆記念日だけちょっと書いとこう。鉛筆あるから。鉛筆好きなんですよね。なんだかんだ何十年も読めるのは鉛筆。私昔ノートにね、鉛筆というかシャーペンで歌詞を書いていたんですけど、もう20年以上前だけど読めますからね。濡れても読めるし最強なんじゃない鉛筆。よし、ということで今日の手帳はここで終わりにしよう。はい、ということで今回は手帳タイムをしました。自分手帳デイズの1週間分のセットアップをちょっとやってからいつも通りの手帳タイムやっていきました。皆さんの手帳は進みましたでしょうか。連休中で忙しいですかね。慌てず連休が終わってからどこどこ行っただけでもいいので記録を残しておくことをお勧めします。では今回の動画はここまでにします。最後まで見ていただきまして聞いていただきましてありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。イグでした。そしたらまたね。バイバイ。